はーい。よいしょ。コンクラゲー、おはようございます。新婚生まれの上に住む魔族、水木ルナでーす。いやー、寝起きだー。眠いー。ラビットハンターさん待機ありがとう。クロイさん待機ありがとう。コンクラゲー、おはよう。眠いです。相変わらず朝はぽよぽよしてますが、開幕よいしょ助かる。もう口癖なんだよな、よいしょが。ちなみに今日はね、8時ぐらいに起きてた。8時ぐらいに起きて、ご飯とか全部食べて、済まして、朝やらないといけないことは済ましたんですけど、なんたって眠い。マジで眠い。寝起きれなさかわいい。なんかね、舌がね、回ってない。ワクラゲ長ってらっしゃい来てくれてありがとう。顔にクラゲがかかってる。よいしょ。今日はザ裁判です。2時間経ったらもう寝起きじゃない。でもね、眠いんだよ。なんか今さっき起きましたみたいなテンション。今日ツインテじゃないから寄せますね。ツインテじゃないからあんまり。よいしょ。んで今日は裁判編でございます。お仕事の日は3時間前に起きなきゃいけないことに、3時間前に起きてもぽやぽやしてそうだけど、目がね眠くて開かない。この体にも慣れてきたぞ。クラゲって寝るのかな。ちなみになんか音は大丈夫でしょうか。 BGM でかくない。なんかすごい声がガッスガスなんだけど。結論いつもぽやぽや、起きててもぽやぽやしてるよね。起きててもぽやぽやしてるよ多分。もうなんか通常運転なのかもしれない。寝起きの有無関係ないと思う多分。前回のあらすじをたどっていくと、なんだっけ、マキくんが被害者じゃない、マキくんが、容疑者で、そのマキくんを弁護する。ただ言葉が通じない、どうしようみたいな感じでしたね。でまあラミドワさんのなんだボディーガード兼通訳の方がお亡くなりになってしまった内容に関する弁護っていうことですね。ぽやぽやのルナちゃんの前にお肉を置けばシャキッとするかもしれない。逆に肉しか見えなくなるかもしれないよ。声がガサガサでもお肌はツルツルなんだ。さすが普段から気を使ってるところがそこに出てくる。なんかね、声に関してはもう朝から喋っとかないとどうもできないのが辛いよね。では行きましょう。シャキーン。では続きから初っ端から裁判だったような気がする。7月9日午前10時地方裁判所第3法廷。はい、早速裁判ですね。これよりなんて読むのですかなこれ。マキとバーユ、アルペジオの妖精さ。あなた昨日ライブに出てた人だ。昨日ライブにいた人だ。よいしょ。はい、その彼の法廷を開廷します。リアル時間と同じ10時。あらまあ偶然。なんか今おばさん臭かったな。弁護側準備完了してます。本当に？昨日なんか言葉通じないやばいって言ってなかった？パンクラゲ月とさんいらっしゃい来てくれてありがとう。では即裁判始まりました。検察側 OK だ。当
ふむ、それで我流検事。ああ、冒頭弁論だね。いやいや、その前に一つお伺いしたいことが。なんだい？不治な病にかかっている方をお見舞いするときはなんと挨拶すればよろしいのでしょうね。なんか裁判長さ、可愛いところあるよね。不思議な、そういうとこをちゃんと気にするところ、お心遣いがねできるところは大変いいと思います。ぽやぽやしてるな私。回復をお祈りしますと言ってもそれダメだろ世間話始めあれかもしれないよ。なんか最初の緊張感をほぐすための一言みたいな治る見込みがなければ深く傷つけることになりますね。何の話ですか？いやいや、実はお見舞いに行くのですよこれが終わったら司法長官の病室にマキくんの話なのか何なのかと思ったら全く別の世間話だった。司法長官？何でも息子さんが大変な病気になられましてな。どうやらもう危ないらしいと。はあ、ここは一つお見舞いに行って泣かせる一言でも言って取り入っておきたい。とんでもねえな下心満載じゃん。大人って生臭いですね本当にね、なんかずる賢いね。これで上に登ろうってか、そういう感じ？みねきちゃんの俺を見る目に軽蔑が。なんで俺を見るんだよまあそんなわけで今日は少し忙しいものですから早めに切り上げたいと思います。すごい自己都合で草自分勝手いいのか裁判長。それでいいのか。公平に見ないといけないんじゃないのか。我流検事冒頭弁論短めラッキーだったねおじいさん。お見舞いにはさっさと行くことができそうだ。まずは被害者について確認しておこうか。早めに有罪へでも分かんないよ、マキくんは何もしてないかもしれないから。みぬきちゃんはあんな可愛い子がそんなことするわけないって言ってるし。名前はローメインレタス氏。世界的な歌姫ラミロアのマネージャーだね。死因は、大口径のピストルで撃たれたことによる失血死詳しいことはこの記録を見てもらえばいいだろう。はい、わかりました。受理しましょう。死亡推定時刻午後9時から9時半30分。死亡推定オッケー。こんくらいでキスさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。早速やっております。45口径といえば相当強力な破壊力ですな。まともに弾丸が当たれば吹き飛んでしまったでしょう。幸いと言うべきか弾丸は肩に当たったため遺体は大した損傷は受けていない。どうやら即死でもなかったようだ。残念ながら出血がひどく助からなかったけどね。ふむ、確かに思ったよりひどい、現場ではなかったようですな。なんか右手で書いてある文字のとこめっちゃ気になるよね。ちなみに我流検事は容疑者にはならないんですか？昨日我流検事の鍵をなぜか握りしめてたよ。被害者の方。発射された弾丸は2発。1発は外れ、もう1発は被害者の体を貫通したみたい。どちらも現場の壁に残っていた上面図を見てもらおう。ちょうどこの辺り。そうだね。なるほど、証拠品として受理しましょう。しかし45口径ともなると犯人はピストルの扱いに慣れていたと考えられる。こんくらいでひろきさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。早速裁判に取り掛かっております。今日も意義ありっていうでっかい声をね。驚きくんが発声練習してるから届かせないといけない。やばい、眠い。そうなんですか？大口径のピストルはね、撃つとものすごい反動があるらしいよ。おかねちゃんが昨日言ってたね。裁判長が撃ったら体中の骨が砕けるぐらい
さらっと裁判長をディスるの何なんだろうな。それちょっと言い過ぎです。さて彼は会場の楽屋で撃たれたわけだが、楽屋の出入り口は一つ、このドアしかない。なるほど、確かに一つしかありませんな。しかし犯行の瞬間、その銃声を耳にした証人がいた。驚きさんとあかねさんですよね。驚き我流異議なし、有罪閉廷っつってそしたら確かに早く裁判長も用事の方に行けるから。でも無実な証人を、じゃあ無実な被告人を有罪になんてできないってなっちゃう。そして証人が部屋に入った時、部屋の中は空っぽだった。被害者の遺体を残してね。それはいわゆる一つの不可能犯罪ではないですか。なんかちょっと楽しそうだな、裁判長は。そうなんだよ、この犯行は不可能だった。ただ一人を除いてね。始まりました。ただ一人、もちろんそれが被告人牧戸バーユというわけだけどね。キラーン。被告人だけが犯行を行うことができた。なんで？なぜそんなことが？でもさ、目が見えないんじゃないの？それって普通に無理でしょ。簡単なことだよ。現場の状況がそれを叫んでいる。わかりました。早速立証していただきます。それでは証人を入廷させてください。あかねさんだ。それじゃあ名前と職業を頼むよ。光月あかね、所轄署の刑事です。事件当日は現場の警備に当たっていました。あかねさん、なんか元気がない。元気がない？かりんとう切らしたかりんとう切らしちゃったんかな。現場の警備ですか。警備って言っても殺人事件が起きちゃいましたけどね。でも糸の子刑事よりは絶対しっかりしてる。まあ気を落とさずに、そんなこともありますぞ。ちょっとフォロー入れるのおもろい。私ももっとすごい大失敗をしたことがあります。ひどい慰め方だな法廷でかりんとう食うのかな。食べそうだよね。でもねどうなんだろう。でも今日持ってなさそうな雰囲気もするけど、犬木としては裁判長さんの大失敗を聞いてみたいです。とにかく君が警備してくれておいたおかげで犯行をすぐに発見することができた。それに犯人を特定することができたのさ。ちょっとなんか納得いかない顔してる。それでは早速証言してくれるかな。当日の状況から事件を発見したそのいきさつをね。はい、じゃあ早速尋問といきましょう。証言開始。事件当夜は我流検事に言われて楽屋の前を警備していました。楽屋に入れたのはコンサートの関係者だけです。コンサートの第3部が始まった時、銃声を聞きました。部屋に踏み込むと大音量のロックの中、死体が。ロックロックじゃなくてバラードじゃないの？ロックだったの？現場を捜査した結果、犯行は被告人以外不可能と判断した。でもそっか、あれか、バラードじゃなくて第3部だからロックだったんか。でも矛盾してる証言はなさそう。これはそういうサブリパターンかな。刑事が第一発見者だったのは幸運だったと言えるようですね。でも部屋の出口ドアだけだったんですよね。それは間違いないな。じゃあどうしてマキさんにはできたってことになるんですか？目が見えないからね。どうやらまずは情報を集めなきゃいけないみたいだな。それでは弁護人、尋問をお願いいたします。じゃあ尋問していきましょう。まずは揺さぶるところから情報を集めていきます。事件当夜ってコンサートですよね。そうよ。なんでまた刑事さんが警備なんてしてたんですか？たかがコンサートなのにたかがコンサート言い方なんかちょっとトゲトゲしてる。私もそう思ったんだけどね。命令を受けちゃったから、そこのお偉いギターの人ちょっと根に持ってるちょっと根に持ってるぞ我流検事。
ガリュウケンジ、まあね、なんというか巨大な陰謀の匂いを嗅ぎ取ったわけさ。あの日のコンサート会場にね、陰謀ってこいつに決まってるだろう。あの日の朝、この鍵が盗まれたせいでバイクも乗れず大事なギターのケースを開かずまた始まります。もう何度聞いたその話。バイクには乗れずギターケースはぶっ壊してギターケースはぶっ壊れるわ。殺人事件は起きるわ。被害者は自分の鍵を持っているわギターの人っていう認識もケンジどころかバンドの人みたいな扱いになっちゃって史上性面白いよね。まあなんか可愛いとこあるやんって感じはまあ思わなくもないけど、得意のエアギターがあるじゃないか。それがね、聞いてびっくりする。この人ギター弾くんだよガチモンのギターを弾くんだよこの人。なくしたっていう発想はないのかな。なくしたって済むか。鍵はその後死体の手に握られていたんだぞ。なんですって。それでは犯人は犯人にされてて草ちょっと面白くなっちゃったおもろいなー。裁判長おもろいなー。思考性の恋は何？アトロキニーネ。ちょっと横文字よくわかんないですね。鼻歌歌ってます。大物だよな、何にしても。事件が起きたのはコンサートの最中。僕は大人の波を漂うセイラーマンって何？ラブラブギルティこれガリュウケンジのね、BGM ね。登場の BGM。ヒュイーンから始まるヒュイーンから始まる BGM。すげえ名前だよな。しかし鍵がハート型だからラブラブなのかな、知らんけどとにかくまた何か盗まれちゃたまんないからね。警備として一番暇そうな刑事を手配したのさ。うわー失礼。なるほど、納得しました。何ですか暇そうって。私は納得できない。それでは証言を続けていただきましょう。コンサートに入れたのはコンサートの第3部が始まったと。ロック？そう、大音量のね。ロックというとやはりあれですかな。今流行りのロッケンロール今マイク吹いちゃったロッケンロールってなんかひらがなで見るとちょっとダサいね。なんかカタカナで見てるとさ、こうカクカクした感じで、ちょっとクールかもって思うけど、なんかひらがなで見ると可愛さを感じるのはどうしてなんだろうな。丸いからかな。確かに俺たちが、楽屋に踏み込んだ時、検索したら長崎ちゃんぽんセーラーマンと出ました。何セーラーマンって。長崎ちゃんぽんなんだろうセーラーマンって思った。私セーラーマンで検索したら遊戯王しか出てこないんだけど。セーラーマンとは船乗り船員な、これジョークミーンって読むの？船乗り、船に強い人だそうですセーラームーンの親戚か月からの使者かもしれない船員のことらしい。船とか確かに俺たちが楽屋に踏み込んだ時、このギュイーンってこの音がね、ラブラブギルティって曲これがラブラブギルティっていう曲らしい。セーラー服が水兵の服。なるほどね、だからなんだ。初めて知った。楽屋にはいつもステージ上の音をスピーカーで中継しているようです。
それで楽屋の人たちが自分の出番を確認したり、その割には大音量でしたけど、ガリウェーブの音楽は耳で聞くものじゃない。これ心で感じろとか言いそうだよね。全身だった全身だった、心じゃなかった。楽屋のモニターもフルボリュームにしてもらったのさ。ありがたいのか、なんか嬉しくないような。部屋に踏み込んだ時にはちょうどラブラブギリティというこうさ、文字の圧がさ、ラブラブギルティという曲が流れていました。だから犯行時刻の特定も楽でした。低音は体で感じるのだ。体で感じるんだ、全身で感じろって言ってたが、龍賢者は。その演奏が聞こえていたということは、つまり曲名だけで笑えるなんかさ、もうちょっとこうかっこいいのかなって思ったらさ、なんかもうちょっといいタイトルなかったんかなっていう気持ちはあるよね、少なからずステージで演奏していた連中にはアリバイがある。本当にそういうことだね、僕を含めて。本当にとにかくすぐに現場を封鎖、捜査に取り掛かりました。現場を捜査した結果、なんで不可能なの？一体それはなぜですか？それは現場の状況を見れば明らかなのです。いかがで、いいですか？先ほども言いましたが、現場の出入り口はドアが一つ。明かりを取るための窓は少ししか開けることはできません。そしてドアの前には私がいました。そうなると犯人はどこから逃げたのか、答えは一つしかありません。天井に設置された通気口です。しかし通気口は小さい。そんなこと通れるわけは。そこなんです。だから小柄な人しか通れないってことか。そう、確かにあなたじゃ通れないわね。ただ私も。あの通気口を通ることができるのは子供しかいない。子供。そして、思い出してください。あの楽屋には関係者しか出入りすることはできなかった。そう、そして関係者の中にたった一人だけいた。子供と呼べるほどの小さな体の人物がね。なるほどね。それでってこと？被告人ですか？アルペジオの妖精は天に昇って、そして消えたのさ、現場からね。しかしそんなの推測に過ぎない。でもね、他に出口はない。それは君もよく知ってるんじゃないのかな、おでこくん。なんでおでこくんって言うんだろうな。なんでおでこくんって言うんだろう。じゃあガリュウケンジロン毛くんじゃん。そしてもう一つ証拠があるんです。証拠？通気口の蓋なんですけど、つい最近。じゃあ通気口から人が通ったっていうことは確実なんだ。開閉された痕跡が残っている。なんで？そしてそこにははっきり残っ、なんか嫌な予感すな。被告人マキトバーユさんの指紋。あらまあ今ポターンとかしちゃったくす玉くんで引っ張ったら確かに割れそうだよね。分かって。バイクくんかもしれないとは。ギターくんでもいい。分かんない。ラブラブギルティくんでいこう。もう自分もロンギくんとか金髪くんとか呼んでほしいのかな。なんかね、そういう意図を感じるよね。若干相性をつけてほしいのかな。静粛にじゃあ G くんでいいじゃん裁判長、これは揺るぎない証拠ですね。有罪閉廷用事を済ませないといけないからすぐに有罪に従う逆転裁判のね裁判長史上すぎる。史上挟みまくりの裁判長だから。部屋から脱出できる出口はあの通気口だけだった。そしてそこには被告人の指紋が残っていた。さあおでこくん、ここから君はどんな物語を想像するかい？なんかすごい今日ガリュウ刑事テンション高くない？壁ドン多いから壁ドンでいいなんかダサいな壁ドンっていうかパンチしてるよね。
ぐ。ちなみにその通気口、天国の扉をくぐることができたのはその妖精だけさ。なんで通気口天国の扉って変えるの？別に変えなくていいじゃん。通気口でいいよ、通気口で。なんでわざわざなんかちょっと歌詞みたいな歌詞チックな言い回しに変えるんだこの人は。なんですか？ミルキを見て壁パンクなんだろうな、なんだろう、壁ドンよりちょっとダサさを感じるのは何なんだろう文字のイントネーションなのか。社会の窓みたいそうだね、なんかちょっと歌詞なのかおしゃれチックな言い方してる。あ、みぬきならその時間客席でフィーバーしてました。このフィーバーって何？みぬきさんの決定的な証拠、そういうことだったんか。ふむ、確かに、いきなり決定的なようですな。もう十分でしょう。検察側の主張通りこれはかなりはっきりした事件のようです。犯行現場の、出入り口は塞がれていた。そこから、逃れることができたのは被告人だけだった。シンプルにして決定的です。強制的に有罪にしようとするじゃん。自分の主張を挟まないで裁判長さっさとお見舞いに行きたくて言うわけではないのですが、絶対あるだろ。絶対さっさとお見舞いに行きたくて言ってるだろそれ。どうやらこれで十分だと言えるでしょう。その通り、せいぜい長官に取り入ることだね。不幸なことにこの事件には直接的な目撃者はいなかった。その代わり犯人自身が決定的な手がかりを残してくれた。それでよしとしないとね。目撃者聞けって言ってたよ。被害者が目撃者に聞けって言ってたよ。いたよ目撃者。そう、いきなり終わりなのか。それでは弁護側に反証がないようでしたらこれで審理を終了しますが、なんでそんなにさ終わらせようとするのこの人。そんなに長官に取り入れたいのか。わあ、市場挟めまくりって良くないと思います。ちゃんと公平を保ちましょう今回ギャグ界もうなんかね、ツッコミどころ満載だよね。今回はもうツッコミが追いつかない回かもしれないもうしょっぱなもなかなかだったけど。検察がこれだけはっきりと根拠を提示したんだ。もちろん反証という以上はそれに負けないはっきりしたものをお願いするよ。急に驚きさん、なんかいきなり追い詰められてますよ。こっちも何かかまさないと。分かってるよ。この場を切り抜けるには無実を決定的に立証できる証拠品か証人、それが必要だ。だけどそれでは弁護人に伺います。ただいまの検察側の主張を覆すだけの反証、その準備はありますか？これがいきなりの正念場だ。答えを間違えればおしまいだ。反証の準備は少年目撃者に聞けで女神って言ってたから、まあラムリョワさん引っ張ってくるしかないなルナロキくんの胃袋が持つか。もうすでにキリキリしてる。穴開きそうさっき食べたものがね、ちょっとねキリキリしてるよ。食べたからかわからないけどガリュウ検事、間違いありませんか？この事件に目撃者はいなかった。間違いないね。使ってもいい、この検事声明と。100万枚売り上げたヒット曲、恋のアトロキニーネにかけて100万枚売り上げたらしいよこの曲。じゃあこれ BGM にしなよなんでラブラブギルティなんだよ。さりげなく自慢されるそうだね。残念ながらこの事件には目撃者がいたのです。ほほう。しかし検察側も掴んでいない情報をなぜあなたが？その情報はそう、俺だけしか知らないのです。そうだね。なんてこった、さっき話をしたばかりなのに。生きている。レタスさん大丈夫ですか？聞け。目撃者に聞け。目撃者がいたんですね。誰ですか？目撃者。女神。なんと被害者は亡くなる前にそんな重要なことを言い残したかどうか事実はわからないけど、どういう意味ですか？このおでこくんが言ったと主張しているだけ、証拠はないってことか。証言とは読めないってことか。被告人の弁護士であるしね。
俺は本当に聞いたんだ。昨日だってちゃんとあんたたちに話した。それなのに取り合わなかったんじゃないか。僕は自分が必要と思う調査は全部やる主義だよ。何も知らない新米の君にとやかく言われる筋合いはないな。うわー昨日仲間だと思ったのに。そこまで。弁護人、あなたは今はっきりした反証を求められています。あなたの言う検察側も把握していない目撃者、気安く主張できることではない。分かっているでしょうな。いつもよりちょっと厳しめのペナルティを覚悟してもらうよ。このさ、リアルにペナルティ食らわせるこの感じおもろいよね。もう最初からすごいでもここで引き下がるわけにはいかない。目撃者の名前、それを伺いましょう。ラミロアさんですか。レタス氏が言い残した言葉を思い出してください。目撃者、目がなんかこのシーンを私は何回見たんだけど、女神と、ああそういうことですか。バラードの女神、彼女はそう呼ばれています。そしてラミロアさんはコンサート第2部の出演者、つまり関係者です。彼女が目撃者である可能性は十分にある。なるほど、いかがですか我流検事。僕の主張は変わらないさ。この事件に目撃者はいなかった。よろしい。それでは本人の口から聞かせていただくとしましょう。証人、宝月茜刑事の尋問は一時中断します。ラミロアさんを入廷させてください。事件当夜ラミロアさんは何も話してくれなかった。それがどんな話であれ引きずり出してみせるさ。なんか含んでるね。悪い顔してるよ。めっちゃなめよ。この場にバラードのメガネをお招きできて光栄の至りです。急に手のひら返すさ。いえ、この私には過ぎたお言葉です。あなたは話せるのですか我々の言葉が。ラブラブギルティ略してラブギルそういえばなんだっけ、昨日面言でさ見せた面言で見せた私のゲームの中にキューピッドパラサイトっていう乙女ゲームが入ってんだけど、その話をちょっとしたんだけど、キムリョのねキャラがねラブギルクラフトっていう名前なのを今思い出したわ今なんかこのラブギルくんなんだっけなって思って、なんか既視感あるなって思ったらそれだったわ。ずーっとさ今逆サイやりながら頭の片隅で考えてたんだけど、今思い出したどうでもいい豆知識なのか。そのようですね。あまり上手ではありませんがわからない言葉も多いです。やはり、この国には以前から関心があったのですかな。さあ正直なところどうしてこの国の言葉が話せるのか私にもわからなくて、いつ学んだものなのか。記憶がない。どういう意味だ今のさりげない言葉。彼女を証人として呼ぶことは僕も考えた。しかしやめた。ある理由があったからね。どういうことですか。ラミロアさんはね過去の記憶をなくされているのだよ。記憶をなくしてる。ラミロアは、私の本当の名前ではございません。その名前をいただいてデビューする以前のこと実はよくわかりませんの。わあ、なんていうかあれミステリアスですよね。もちろん歌姫ラミロアとしては、何の支障もなく生活されているのだが、あまり大きなショックを与えたくなかったのね。わかりました。私は割と人の過去にはとらわれないたちですので気にされる必要はありません。ありがとうございます。ですが私証言と言われましても何も言えることはないと思うのですが、事件のこと誰も何も教えてくださいませんし、ラミロアさんこれだけは言っておきます。僕としてはあなたに証言を求めるのは本意ではないのです。しかしあそこのおでこの広い青年が譲らないのでね。おでこにやたらと執着するじゃん。まあしっかり悪者ですね驚きさん。それではとにかく証言をしていただきましょう。
その声を聞いていたいですからな。なんだろうな、裁判長が言うと冗談に聞こえないんだよな、不思議。そんな広くなくない？そう、私もそう思うんだけど、おでこへの執着すごいよね、我流検事。なんでそんなおでこって言うんだろうなって。まあ確かに上げてるけど前髪。でもあれ下ろしたらイケメンかもしれないじゃん。裁判長の方がデコい。全体がデコかもしれない。全体がおでこだから。もしかしたら逆にヒゲってか顎の方がね、髪の毛多いみたいな感じの見た目してんのおもろいよ。事件当夜あなたが見たことについて。おはくらげ、ゆうきさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。早速裁判してます。早速ラミラワさんの証言を見ておりますよ。そのうち裁判長のこともおひげさんとか呼び出す。本当に呼びそうでおもろい。むしろおでこさんになるかもしれない。おでこへの執着心やたらあるから。我流検事。頭皮とおでこの境界線曖昧。でこ広いから確かにわかんないね。昨日間違えたやろサムネ。そのままね作成してハエをね忘れてた。後々でも変えたよ。配信前にはちゃんと変えた。よいしょ。目撃したこと、見たことと言われましても何もございません。あの夜は招待をお受けしてステージで歌わせていただきましたが、第2部のステージを終わってからは楽屋には一度も戻っておりません。警察官の方に我流様の楽屋に案内され、ここで待つようにと。そこで事件を知りましたが、詳しいことは何も。いやでもブローチが落ちてたじゃん、楽屋に。昨日サムネに意義ありしたでもね、昨日日付変わる前には変えたような気がする。多分私も聞きたかったですな、女神の歌声を。女神の証言でよしとしておけよ。お聞きの通り彼女は何も見ていない。弁護側が早くそれを認めてくれるのを祈るばかりだよ。一刻も早く彼女を自由の身に差し上げたいからね。さらに悪者ですね、驚きさん。くそー。はい、手短にお願いします。裁判長、市場挟みすぎじゃない？ラミラワさんは事件当夜俺に話すことを拒否した。つまり何か知っているんだ。それを探り出す。でもブローチ楽屋に落ちてたじゃん、自分の。絶対楽屋にはいたんだよな。はい、では第一声のラミラワさん、残念ながらそれはダメですよ。このブローチもちろんご存知ですね。それはラミラワさんのものだね。あの日もステージで見たよ。今の言葉、まさかケンジさんが証言してくれるとはね。正解。いいねいいね。なんだよ。このブローチは事件があった後、事件現場の楽屋で見つけたものです。なんだと嬉しそうな顔してたのに。ラミラワさん、部屋にブローチがある以上入っていないとでは通らない。しかも我流検事が口を滑らせたってちょっと根に持ってるじゃん。口を滑らせた。事件当夜のステージでつけていたのならね。口元見えるんだね、ペロで。これはどういうことですかね。ラミラワさん、説明してください。そりゃ我流君も知らんまさかこんなものが落ちてると。やっぱりちょっとさ、どっか穴があるよね。ラミラワさん、日本語は難しいと歌姫はおっしゃってなんでお前はわかるんだ。いやいや、そんな外国人のコントみたいな真似されても。なんて？さすがおでこは広くても弁護士ですね。なんでそんなにおでこへの執着心すごいのこの人。
でもあなたは一つ見落としをされているようです。なんでわかんのその言葉が。やれやれ、まだ続けるんですか？実は事件が起こった時、私は一瞬楽屋を覗いたのです。なんですって？事件が起こった時のことよく思い出してください。あなた自身も知っているはずです。これ本当にラミロワさんが話してるのか？どうなんですか驚きさん。事件が起こった時のこと、あ、もしかしてあれのことか？ここ頼むわね。すぐ応援を呼んでこなくちゃ。わかりました。誰も部屋に入ってこないように見張っていればいいんですね。おでこって今コンプライアンス厳しいんですそうだね、そうだね見た目のことを言っちゃいけないってなってるからね、今はね、世間一般的には。これ本家だと、マスク裏見えてなかったんだっけ？いや、見えてたと思うんだけどね、久々に見るとなんかおもろいめくり方するなっていう。本家も多分同じだと思う。もしかしたらおでこフェチかも、ガリュウケンジ。さあ、あかねちゃんもおでこ上げればさ、きっとガリュウケンジちょっと食らってきたんじゃないそしたらあかねちゃん不機嫌にならずに済むかもしれない。レタスさん大丈夫ですか？あ、これのこと？いえ、目撃者に来て女神。うわ、あかねさん？誰もいない？誰だ？どうしたの？あかねさん今誰かに会いませんでした？会ってないけど。確かにドアの閉まる音が聞こえたんだけどな。あの時私室内を覗きましたの。ほんのちらりと。なるほど。そしてそこで落としたわけですか、このブローチを。そうなりますわね。他に落とすタイミングはなかった。あー、じゃあガチャってやって閉めたってことはその時に入ったってこと？そんな、あんな一瞬で都合よく。おでこくん？可能性はあった。それを否定できるのは証拠品だけだよ。犯行現場を覗くというより楽屋に入ろうと思っただけなのです。まさか事件が起こっているとは知りませんでしたし。でもドアを開けた瞬間恐ろしい声がしたものですから。ああ、このおでこくんの誰だという声ですね。恐ろしい声だったわけだ、お気の毒にやっぱりなんかちょっとおちょくってくるよな。それですぐにドアを閉めましたの。どうやらこのブローチの説明はついたようですな。それでは証言に戻っていただきましょうか。不自然だ、まだ何かを隠している。ラミロアさん、一瞬でも部屋の中を覗いたんですよね。ええ。その時の部屋の様子を証言してください。わかりました。ほんの一瞬でしたけれど。ステージが終わってほんの一瞬楽屋を覗きましたが、何も見てません。亡くなったのはレタスさんの壁の影でした。ん？なんでこれの時だけ横なんだ。あ！腕はね光ってたね。そう、どっかがあれなんだって思った。なんかすごい喉動いてる。そこだ。亡くなったレタスさんですか。それが何か？あなたはレタスさんの死についてもう少し知っていますね。思い出すまいという気持ちが現れていたんですよ。その緊張で唾を飲み込んだ。すごい飲み込んでたけどね。
俺の目はごまかせません。そうですね、あまりにひどいことでしたから。なぜレタスさんが撃たれなければならなかったのか。ちょっと待ってください、ラミノアさん。今、撃たれなければならなかった。今、あなたはこう言いましたね。なぜレタスさんが撃たれたのかわからない。それが何か？やっぱり、ラミノアさんは何かを隠している。ラミノアさん、気づいていないようですね。今のあなたの発言は完全に矛盾している。見てないはずだもんね。どういうことでしょうか？突きつけてやろう。ラミノアさんの発言と矛盾する証拠品。見てないはずなのになんで知ってんねんって話か。ラミノアさん、なぜ知っていたんですか？レタス氏が撃たれたことを。だってそれは事件の直後、現場ではすぐに箝口令が敷かれました。これはそのことを示す書類です。あなたもさっき証言していたはずです。誰も事件のことは教えてくれなかったと。なんで知ってたんだ？そしてこうも証言しました。事件については何も見ていない。お分かりですね。レタス氏が撃たれたことをあなたが知っているはずがないのです。しょっぱなから急に来たな、見抜く。なんだ。ラミロアさん、あなたまさか何かを隠しているのでは？なんか隠してるね。ラミロアさんは嘘をついた。絶対に何かを隠している。思い出しましたわ。もう一言だけよろしいでしょうか？もちろんですよ。僕たちが知りたいのは真実ですからね。ラミロアさん、なんだか顔色が良くないですね。彼女は間違いなく何かを見ている。何しろ被害者自身のご指名だからね。その時壁の弾痕が見えたのでレタスさんは撃たれたのだと。見えないじゃん。嘘をどんどんついちゃってる。嘘をどんどんついちゃってる。壁の弾痕って扉って見えなかった？見えるっけって思って。女神に嘘は似合いません。ガリュウ検事並みに臭い言い回しですな。裁判長もちょっとあの言い回し臭いって思ってたんだ。来たね。この驚きくんのテーマがめちゃめちゃ好き。扉で見えないやんけ。ね、見えなかったね。ガリュウ検事の臭い言い回しってみんな思っててさ。驚きくんのテーマめっちゃ好きなんだよ。驚きさんこそ似合いませんよ、そういうの。おでこじゃなく男を磨くことだ、おでこくん。その通り。いいですね。ガリアも臭いと思ってちょっと面白いよね。後々から実はなんか根に持ってんのおもろい。やっぱりさ、ね、見てこのさ、おでこへの執着心すごくない？やばくない？おでこ2回出てくるよ。そう、ちょっと格好つけてみただけだ。おもろいな。上面図を見てください。ラミラさん、あなたは一瞬だけドアから部屋の中を見た。そうですね。そうですわね。確かに部屋の中には弾痕が残っていました。しかしそれはドアのある側の壁だったんです。ですからドアから一瞬部屋を覗いただけでは弾痕を見ることは不可能だったんです。ラミロアさん、はい、弁護人の主張を認めざるを得ません。あなたはまだ話していないことがあるようです。どうあっても私の見たことは話さなければならないのですか？その通りです。この法廷の模様はあなたの本国ボルジニア共和国にもニュースとして流れるでしょう。その内容が不名誉にならないことを祈っております。僕としては彼女への尋問は無駄だ、そう主張を繰り返すしかないようだね。ラミラーさんはレタスさんの死因を知っていた。
そしてレタスさんは、彼女を目撃者として指名した。だからあなたは何かを見ているはずなんです。わかりました。ラミロアさん、証言をお願いできますね。はい、了解いたしました。あれはステージから楽屋エリアの出口へ向かう途中でした。小さな窓のようなものからそう見たのです。あの窓開いてたの？2発の銃声、私には止めることはできませんでした。しかし撃ったのはマキではありません。あれはそう大人でした。間違いありません。大人だった？やはりあなたは目撃していたのですか？しかも犯人は大人とは。やれやれ、こいつは僕も初めて聞く話だよ。おでこくんの粘り勝ちかな？それでは弁護人尋問お願いします。やりましたね、驚きさん。やっぱりラミロワさんはどうしたんですか？そりゃ険しくもなるだろう。本当に？でもどうやって出たんだ？あれが大人だったらどうやって出たの？そりゃマキさん14よ、子供だもんね。でも見たの大人って言ってたもんな。大人ってなんかはっきりしない言い方ですね。申し訳ありません。それほどこの国の言葉は得意ではありませんから。せめて男性か女性かその辺はいかがですか？男性でしたね。若い男性です。間違いありませんか？ええ、あの声は確かに。声？ごめん。目が見えない？もしかして。この上面図によると、楽屋はかなり散らかっていたようですからな。犯人の姿ははっきりとは見えなかった可能性は高いです。私、歌い手としてこの耳にはいささか自信があります。一度聞いた声は絶対に忘れません。あの声は男性のものでした。声を聞いたか。でももしかしてそれは被害者レタス氏の声だったんでは？いいえ、申し上げましたでしょ。耳には自信があるのです。レタスさんの声でしたら聞き間違うことはありません。誰の声だったんだろうね。あの場にいた人たち全員連れて喋らせればいいのにわかりました。あなたは現場の小窓から犯人、若い男性の声を聞いたと。驚きさん、これいいじゃないですか。犯人やっぱりマキさんじゃなかったんですよ。確かにこれが真実であれば事件は違った局面を見せます。いかがですかね、弁護人、この証言は。もちろん極めて重要な証言です。でも見てない。そうだね、そこちょっと引っかかるね。コクラゲ先生いらっしゃい。来てくれてありがとう。早速裁判をしております。その見てないっていうところにちょっと引っかかるよね。見えてたのかどうなんだろう。これで犯人はマキさんではなかったことが。まさか本気で主張する気じゃあるまいね、おでこくん。どういうことですか？ラミロワさん、あなたがマキさんをかばおうとする気持ちはよくわかります。確かにあなたはバラードの女神だ。しかし女神に嘘は似合わない。どういうことですか、ガリュウ検事。驚きさん、これは一体。なんでガリュウ検事だと誰も突っ込まないもう臭い人認定されてんじゃない、ガリュウ検事。現場の状況僕ははっきり覚えているんだよ。状況？閉まってたってこと？そう、事件が起こった時あの小窓は閉じていた。残念ながら声など聞こえるわけがないのですよ。慣れてるでしょもう完全にそういう人だ扱いされてる。まあもうね、もう2回目だからね。でも私はラミロワさん、僕はあなたの音楽的才能を高く評価しています。でも法廷の証人としてはあなたを評価することはできない。急になんかガチモード入るんですよ。しかし彼女はただ一人の目撃者で、それは君が主張しているだけに過ぎないさ。
被害者が死に際に目撃者メガネに聞け、そう言ったと。そうです、確かにレタスさんは。しかし君の主張を受け入れた結果がこれだよ。裁判長、何ですかな。この証人にはとりあえず証言台を降りていただきたいな。検察側の要請だよ。海月ちゃんのその衣装、そこだけ見ると賢治味が強いみっちゃんの感じあるよねヒラヒラしてるし、首元とか確かに一応サムネはさ、驚きくんと並べてみたんだけどなんか私もどっちかっていうとケンジ側だなって思ったんだけど、ちょっとガリュウの隣にはね、ちょっと残念ながら並びたくなくてもうアーチケンジの隣に並べるにも3章はアウチないしなと思って法廷でお肉焼いて食うのかな。わー美味しそうに食うかもしれない、ウキウキで絶対なるほどくんとか驚きくんに怒られる。ガリュウね、ちょっと臭いセリフをね、隣で吐かれるとちょっと鳥肌立っちゃうからアウチはだいたい1話でリストラされまあそうだねあの人はチュートリアル要員だから。まあでも愛されてるよね、ケンジ毎回出てくるもん。どうやら検察側の要請を認めるしかないようですな。確かにこの証人の証言にはいささか疑問があります。でもアミロワさんが証言してくれなかったらマキさんの無実を立証するチャンスはなくなってしまう。この証人の尋問は終了します。ガリュウ検事、あなたの手順にのっとった立証を続けていただきましょうか。ありがたいね。それでは引き続き。なんか今回さ、やけにガチモードじゃん。どうしたのガリュウくん。刑事くんの話を聞かせてもらおうかな。待ってください。もう一度だけラミロワさんの証言を。証人に対する尋問は終了しました。再びその必要性が浮上するまでこの証人には証言台を降りていただきます。やはりお役には立てなかったようですわね。で、あかねちゃんがもう一回来ると。ではそろそろまともな審理に戻らせてもらうとしようか。でも撃たれたこと知ってんだよな。ね、なんでなんだろう。いいね、おでこくん。そう、チャンスを逃したってことなのかな。わかんないよ、今じゃないってことなのかもしれない。さて、刑事くん、さっきはどこまで話したっけ。私に聞かないでください。あかねちゃんツンツンしてる。僕はさ、同じことを2回言うのが嫌いなんだよ。アンコールでも同じ曲を歌うことはないし。承認お願いします。さっきは被害者レタスさんを殺害した犯人は天井の通気口から逃げるしかなかったことを証言しました。ああ、この部屋のドアは一つしかなく、そのドアの前には証人あなたがいたからですな。通気口のサイズを見ればこれを通ることができる人物は極めて限られていることがわかります。少なくとも私には無理なようです。無理だね。頭引っかかるかもしれない。ガリュウ×アカネある。意外とその組み合わせ好きな人多い気がするな。可愛いもん、あかねちゃん。そしてこの部屋のエリアに入ることができたのはコンサートの関係者だけ。以上の事実から犯人の条件に当てはまるのは被告人だけです。よくできましたなんでこんな俺様なんだこの人なんでこんなに俺様なんだこいつ。やだ何なんか今鳥肌立っちゃった。確かに明白な論理というわけですね。私俺様冷えってなった。しかし調書を読んで一つ気になることがあるのですが、イラッとしたわさあ、乙女ゲームの俺様はさ、多少なりともそういう感じになるだろうっていう予想はつくんだけど、ケンジが俺様なのはこのなんだろう、このちょっと優しいやさお雰囲気出してる人が言うとちょっとなんかんってな何っていう感じになる。なんだろうね。被告人が逮捕された状況ですよ。もちろん
意外とド S な感じするんだもんな、ガリュウケンジ。状況？あ、そうですよ、驚きさん。どう考えても変でしたよ。マキさんが逮捕されたのは。そうだ、なぜかレタスさんの死体は現場から消えてステージのタワーの上で発見されたんだ。それもギターを抱えた格好で。いいところに気がついたね、おじいさん。裁判長おじいさんに呼ばわりする。まあ偶然ですよ。このさ、検事たちを見てみっちゃんがいかにまともだったかがわかるね。みっちゃんがいかにまともで真面目なことがわかるね。長いことこの仕事をしていれば多少は鼻が利くようになりますからな。ほほほ。なんで嬉しそうなんだよお前は。裁判長さん満足そうです。では刑事君、最後の証言をお願いしようかな。死体が運び出された意味、それが犯人に結びつく理由について。ムチで叩いたりコーヒーかけられたりギターしたり。みっちゃんまともだわ。そう考えるとみっちゃんめちゃめちゃまともだわ。消えた死体が物語ること。マキさんが死体を盗んだ理由は歌詞だと考えられます。最近法廷ではワイン飲み出せず誰か分かっちまった。いるな。そう考えるとアーチ検事のまともではまだまともだね。確かに一番普通な感じある。でもね、みっちゃんがいかにこうできる検事かがよくわかるね。ちょっとお水を飲みました。マキさんが死体を盗んだ理由は歌詞だと考えられます。涙川さんの歌に合わせるため死体を運んだ。被害者にそこまで強い動機を持つ人間はこの国にはいない。さらに現場にはマキさんのサインが残されていました。以上の点も含めて被告人の犯行であることは明白と言えます。アルチは無能なのと性格歪んでる。まあ抜けてるからね。でもさ、おでこくん呼ばわりさんのアウチ検事も当たるんじゃない？自分のおでこペシペシするし。ワイン、察し。そう、ちょっとネタバレになるから言わないけど。私はC56 と続くのでね。アミラーさんの歌ですか？そう、恋するギターのセレナード。君も気づいたじゃないか、その暗号について。暗号。この事件は僕たちの歌の言葉通りに行われたとさ。この曲何回も聴くことになるから今後。まず僕のハートのキーが盗まれた。けどあの人ワインボトルも投げる。そうだね、みんな物投げてくるよね。コーヒーぶっかけるしムチでぶったたかれるし。もうなんかそう考えるとなるほどくん相当かわいそうだったなんだよ。ワインもあれだし。そしてステージでガリュウ検事とギターが燃え上がって、レタスさんは弾丸で命を奪われた。あとは説明しなくてもわかるだろ。ギター歌い出した。2人は空へ。5と6どうなんだろう。楽しみにしてて。ちょっとね、今回のこういう感じとガラッと変わる。5、6はまた違う感じになるよ。だいぶガラッと変わる。多分逆サイ好きな人は5、6出た時衝撃だったと思う。私もびっくりしたもん。なんかだいぶゲーム性変わったなって思った。熱々のコーヒーとか間違いない。しかもピンピンしてるからね、あの人。不死身なのかもしれないから。崖から落ちても生きてるから。逆転裁判の弁護士は、物理防御力を求める。でも今のところ驚きくんは暴力されてないよ。今のところ驚きくんは元気。まあなんかそう何かされてるわけではない。なんというそんなおとぎ話のようなことが。あかねちゃん可愛いんだよな。すっかり忘れていた俺の知らないところでそんなとんでもないオチがついていたなんて。それに最初に気がついたのみぬきですからね。みぬきガリュウは精神的なダメージだ。
そうだね。なんか地面にじわじわくるおでこくんとか言うし。だからそういう人の見た目言ってくるのかな。歌詞に合わせて殺人など数え歌と手まり歌だけの世界だと思ってました。驚きくん振り回されまくって胃がよじれてさ驚きくんも真面目だからね。胃に穴ボッコボコに開いてると思うよ。世界はおじいさんが思っていたより広いってことだね。それではこの謎の歌を踏まえた上で尋問をお願いします。別に歌には謎はないと思うけど。よくやってたから覚えてる？うん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 。だいぶゲーム性変わるから衝撃なんだよな、いろいろとね。消えた死体が物語ること。マキさんが死体を盗んだ理由は歌詞。ナミロワさんの歌に合わせるために運んだ。被害者にそこまで強い動機。さらに現場にはマキさんのサインって何？サインというのは何ですか？壁の弾痕よ、もちろん。弾痕？でもさ撃てるの？あんな銃。凶器のピストルは2発撃たれていました。そして壁には外れた弾丸の弾痕が残っていた。それが何ですかな？楽屋は決して広くはない。ここで犯人が被害者を撃とうとした時、おそらく2人の距離は2メートルもなかったはずです。外す方が難しい、そんな状況だったんです。外す方が難しい。そうなんです。もし犯人が被害者をきちんと狙うことができたならばね。まさか目が見えないってこと？マキさんは目が不自由だったから外した？そういうことですか？無理じゃない？マキさん小さいし。普通に考えればそうだよね。だけどその話が出てこないのは何だろう。まだなんかあるんだろうな、きっと。そう考えるべきでしょう。おそらく音と気配に頼って撃った。だから外れたんでしょう。そういえば部屋には大音量で僕たちのナンバーが流れていた。音を聞くには不利な状況だったかもしれないね。3発乱射する間に取り押さえられそう。そうだね。肩外すって言ってたもんね、普通の人が撃ったら。子供が撃ったら反動すごそう。普通の銃撃ち慣れていない大人が撃ったとしても肩外すって言ってたもんね。それが子供が撃てるかっていうとどうなんだろうな。銃の扱いに慣れてる人じゃないと無理って言ってなかった。犯人は目が見えなかった。これは重要なポイントです。壁に残された弾痕、そうきたか。どうする？驚き宝介。まあ異議を申し立てよう。壁に弾痕が残っていたからといって目が不自由だったとは限りません。どういうことだろう。例えば犯人と格闘したとか？確かにありえますな。それにこのピストル自体の問題だったかもしれません。ピストル自体、凶器はものすごい破壊力を持ったピストルなんですよね。ピストルを、扱ったことのない素人が知らずに撃ったら肩が外れてしまうこともありえるでしょうな。そこです。被告人のマキトバーユさんはとても小柄です。ピストルの反動で撃ち損なってしまう、十分ありえるのではないでしょうか。まあ確かに説得力はありますね。なんだこの空気。よし、検察側の主張をぶち砕いてやったぞ。驚きさん。何？マキさんの体が小さかったからピストルの反動で撃ち損なってしまった。それって思いっきりマキさんが撃ったって認めちゃってませんか？確かに。あれ？まあ理由はどうあれ、被告人がピストルを撃ったことに疑問の余地はないんじゃないかな。彼もそれは認めてくれたみたいだし。しまった、なんか間違った気がする。とりあえず検察側の主張をもう一度はっきりさせておこうか。刑事くん頼むよ。それでは証人証言を補足していただきましょう。はい。現場の状況から犯人は目が見えなかった。後ろから撃たれ
ダイイングメッセージ消されてなかった？消されてるよね。そう、今私もさ、あって思った。じゃあ行きましょう。犯人は目が見えなかった。検察側の主張はこうでしたね。そうよ、現場の状況から科学的に導き出された結論ね。残念ながらその証言はある証拠品と完全に矛盾している。正解。ダイイングメッセージやっぱ消されてたんだ。何よそれ。なんかこの何も言わずに含み笑いしてる時の圧が強いね。これが検察側の主張を覆す証拠品です。現場写真ですか。ガリュウ検事のニヤニヤ笑い、なんとなく気になる。しかしここは前へ進むしかない。そう、現場です。ここに決定的な矛盾があります。どうやら示してもらうのが良さそうだね。そのツンと立った毛先で矛盾とやらをさおでこを指摘するとしたら、今度は前髪の部分を指摘してくるか。それでは弁護人に示していただきましょう。でもこれでマキくんが目が見えますって言われたら終わるけど、それはもちろんこの部分です。かすれた血痕。私の霞面のせいかと思ってましたが、本当に霞んでいたんですね。被害者の右手のこの位置、この法廷で何度か見たことがあるような、まるで何かを書き残したみたいな。そうですよ。見抜き分かったかも。どういうことかな、お嬢ちゃん。その前髪の角度で刺そうとしたらブリッジするしか前にクイッと曲げれば刺せるかもしれないっていうか、自分がその前髪の角度で刺したら見えなくない？きっとあれレタスさんに撃たれた時に書いたんですよ。自分の血で犯人の名前を。どうですかこれ、見抜きの推理。得意げに言われてもな。多分そういうことだと思うよ。やはりそういうことになるでしょうな。被害者が犯人の名前を書き残した。十分考えられることだと思います。でも消されちゃってて読めませんね、犯人の名前。それはまあ犯人としては自分の名前を書かれたらもみ消すのが自然ですからね。だろうね。僕だってそうするよ。それだけですか？どういうことですかな？つまり検察側は認めるわけですよね。これは被害者が犯人の名前を書き残した後であること、そしてそれに気づいた犯人が消し去ろうとしたこと、それがどうかした？何言ってるんですか？じゃあ聞きますよ。なぜ犯人は自分の名前が書き残されたことに気がついたんですか？何言ってるの？そんなの血の跡を見れば明らかじゃない。血の跡を見れば？それで証人、さっきあなたは何と証言しましたか？犯人は目の見えない人物。しかし現場の状況は明らかにそれを否定している。犯人は目が見えたからこそこの血の跡を消すことができた。つまり目の見えない被告人マキさんはそもそも犯人ではありえない。やっと気づいた。あかねちゃんも結構うっかりしてる人の子さんほどではないけど、一体これはどういうことですか？なんだろうな、なんか分かってるよね。確かにこの写真を見るだけでこの事件の犯人は目が見えたのは明らかではないですが、それをここまで一つお詫びをしなきゃならないようだね。ガリューウェーブは警察関係者のバンド、そのコンサート会場で起こった殺人事件ということで、捜査班の間に少しトラブルがあったようだ。なんだこの感じ。どうしてガリュー検事あんなに落ち着いてニコニコしてるんですか？まるでお楽しみはこれからだみたいな感じで。それじゃあ次は僕のビートを感じてもらおうか。うわー、この曲ガリュー、この曲がラブラブギルティ。ここに書類があるが、その前に、そう、ケイジ君、君に一つだけ聞いておきたいことがあるんだけどいいかな？何よ。
君はどうしてマキトバーイは目が見えないなんて。はあ、やっぱり目見えるんだ。なんですか？だって何言ってるんですか？そんなの当たり前じゃない。当たり前ね。マキさんは盲目のピアニストでしょ。だからいつもラミロアさんに手を引かれているんじゃない。まさかここに被告人マキトバーイへの調査報告書があるんだ。こいつによると彼の視力には何の問題もない。やっぱりじゃあラミロアさんが見えてない可能性あるな。そうなんだよ、ボルジニア共和国も人が悪いね。彼は見えるんだ。しかし検察側の主張では間違えないでもらいたいな。いいかい、僕はこの法廷でただの一度だって彼は目が見えないとは言っていない。それを主張したのは刑事君だよ。そんな。さてとこれでどうなるかな。マキトバーイは目が見えた。通気口から脱出できたのはマキトバーイだっけ。他に何かあったかな。でもじゃあ壁の弾痕は。ああ、それがあったね。でもそれはさっきおでこくん自身が説明してくれただろ。あれは目が見えなかったんじゃない。45口径のピストルの破壊力、その激しい反動がもたらしたアクシデントだったのさ。さあどうだい。君の反証とやらは消し飛んでしまったようだがね。お楽しみはこれからだよ、おでこくん。あの角曲がるんだね。前に刺せそうじゃない刺し締められそうだよ。さすがに人が悪かったかな。最低です。私何しに来たかわからないじゃないですか。そうですよ、謝りなさい15歳に怒られる検事。いやいやごめんね。何ですかそれ、ちゃんと頭下げる。水木さんガチギレじゃん。やれやれ、大変な騒ぎになっちまうんだな。最初に言っとけよ。ほんとだよ、私も怒るもん喧嘩はその辺にして、とにかく私としてはこのまま帰るわけにはいきませんから。何でもいいから手がかりを提出してみせます。怒ってる。しかし被告人の罪はあなたの証言でほぼ立証されましたから、それはそれで困るんだけど。あ、そうだ。何ですか。この血の跡ですけど、犯人がもみ消しちゃったわけですよね。そう考えるべきでしょう。これ本当は何が書いてあったかわかるかも。おー、来たこれは科学調査の匂い坊主にしてよろうかな。坊主にしてしまおう。なんなら裁判長と同じ髪型にしよう。そうなんですか。そう、これルミノール試薬って言うんですけど、知ってます？血液に反応する化学薬品。なるほど。そういえば検査はまだだっけ。あなたには教えてあげませんから。血痕はカーペットの一部に書き残されていた。血液検査のためその部分を切り取って証拠品に登録してある。せっかくだ、提示してもらおうか。それも先に提出しておいてもらっていいですかね。ほんとだよね、やっとけよ検査なんでやってないんだよ。さあやってみるね、あんた。俺ですか。このスプレーをシュッてかけるだけだから大丈夫よ。血液に反応する化学薬品か、聞いたことはあるな。じゃあ行きましょう。とにかく調べてみる価値はありそうです。おお。さてと、準備はいい？やり方は簡単。カーソルを動かしてスペースでスプレーを吹きかける。ほらやってみて。法廷中が俺の手元に注目してる緊張やべえだろうな。驚きさん手が震えてますとにかくやってみるか。何？ IPYX314206。本当に出た。やっぱりすごいですね、科学って。これは IPXX314206？ ローマ字と数字だね。これ Y じゃなくて X なんだね。犯人の名前なの？もしかすると犯人はロボットかも。ああ、そうか。何ですか？どこかで見た組み合わせだと思ったが IPXX、 これは国際警察の ID ナンバーだよ。国際警察。
驚きくんのイガガガがストレスで開いちゃう穴が開いちゃう。いつもの逆さまに読むパターンじゃ逆さまに読むパターンなのかな。ああ、国際犯罪の潜入捜査が主な任務だが、そのナンバーがどうして、そんな ID ナンバーをどうしてレタスさんが知ってるんですか。 OK、 刑事くんよくやってくれた。裁判長、ナンバーの照合はすぐできるだろう。ダイアン、いたら証言台のところへ来てくれ。潜入捜査官だった。被害者が可能性はあるな。なんで殺されたんだじゃあ。ダイアン、聞いての通りだ。このナンバーを国際警察本部に紹介してほしい。ああ、分かった。30分もあれば十分だろう。その格好で証言台に上がるっていや、一応あの格好でも刑事らしいからあの人一体これはどう考えるべきなんでしょうか。検察側の立証はほぼ完璧と言っていいでしょう。しかしこの ID ナンバーが国際警察の捜査官となると、もしかしてマキトバーイさんは実は国際警察の秘密エージェントだったとか、コナンでいうアムロニキンのようなあれかな、知らんけど公安まあ捜査官らしいね。あれ系統な感じのはあるよねとね、リーゼントも警察だったの忘れてたでしょ。忘れるでしょ。ガリュウ検事はまだなんとなくわかるんだけど、あのリーゼントも警察だからね。刑事だから一応もしそうならば間違いなく彼は犯人ということになるでしょう。なぜレタスさんがそんな ID を知っていたのか、俺としてはそっちの方が気になるけどな。さて、それじゃあ報告を待つ間、もう一つ謎を解いておこうか。マキトバーイをめぐる不可解な謎をね。どういうことですか。刑事君、さっきは悪いことをしたね。被告人は目が見える。報告があったのが開廷の直前でね、知らせるのがめんどくさくなってさ、めんどくさくなったから知らせなかった。すごい、もうみんな市場を持ち込むな。今の後半部分は到底許せませんけど、ここで疑問に思わないかい。極めて自然な疑問さ。それはもちろん、なぜマキさんは見えないふりをしたか。その通りだよ。全くその意味がない。さあどうかな、おでこくん。捜査参加。そうだね、捜査参加だった。リーゼントだよね。そうなんです。こいつもデコ好きにしてやろう。刈り取ってあげよう。前髪、長い前髪さらってするから、よく右手で俺ですか。マキトバーイが目の見えないふりをしていた。その意味君わかるかな。そんなのわかるわけないじゃないですか。そりゃそうだ。確かに、なんで見えるふりしたんだろう。まさかガリュウ検事答えを知ってるのかな。ニヤニヤ加減知ってるかもしれないな。あいつはそこまで見抜いてこの裁判に臨んでたのか。おや、どうしたんだい。僕を片手間で遊んでいる検事だとでも思っているのかな。だって片手間でバンドやってるから、そりゃそう思われても仕方ないんじゃないんですか。違います検事忙しいのに。僕はね、報告を聞いた次の瞬間にはもう答えが分かっていたよ。まあ天才って言われてたからね。さすが100万枚もレコードを売る人は違いますねそれとこれとは話が違うだろ。それは関係ない。見えないふりをする理由、マキトバーイ自身にはなかった。キザなギタークスだ確かにこれ引っ張ったらパカって割れそうだよね。なんか YouTube の方のコメントには表示されないけど、私が管理している別の方には反映されてるわ。なんだろうな、何もしてないのに。ケンジとバンドどっちが本業だ。そうだよね。そりゃあ両立うまくできてるならいいけど、うまくできてないなら片手間って。だってめんどくさいっていう市場挟まれたら片手間って言われても仕方ないんじゃないっていう感じではある。それならば答えは一つだろう。答えは一つ。いかがですか、弁護人。なんか某小学生命団体みたいなこと言ってる。トップチャットじゃなくて普通のチャットに切り替えると見える。あ、ほんと。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。見えた。
見当つかないな。何も思いつかないぞ。おでこくん、全くしょうがないな君は。まさか分からないふりをしてるわけじゃないよね。嫌味なやつだよな。ラミロアとマキトバーイ、2人の関係を思い出してくれよ。2人がこの国を訪れる前のイメージさ。ラミロアさんとあのピアニストの子、いつもラミロアさんが彼の手を引いて歩いていたわ。ステージに上がった時もラミロアさんはまずあの子をピアノの前まで連れて行って、そう、マキトバーイは目が見えない、だからラミロアが彼を導いていた、いついかなる時も。まさかのラミロアさんの方とか。私もラミロアさんが見えない方が強いかなって若干思ったね。いついかなる時も。しかしマキさんの目は見えていた。ならばなぜそんなことをする必要があったのか。だからそれはある種の演出だったとか。もっと素直に考えればいいのさ。マキさんは手を引かれて導かれる必要はなかった。そうなれば結論は一つだよ。あ、やっぱりラミロアさんの方が見えてないのかな。そう、全ては逆だったのさ。手を引いて導いてもらう必要があったのはラミロアさんの方だった。なんですって？じゃあラミロアさんは目が見えない、そういうことになるね。まあびっくりするよね。私もってなるもん。静粛にそんなバカなことが。ガリュウ検事、そうよ、だって彼女は音の絵の具の風景画家。せっかくだからさ、本人に聞いてみるってのはどうだろう。あれ、この人数十分前にはあんまりショックは与えたくないとか言ってなかった？自分からショックを与えに行ってるじゃん。まだ証人控室にいるだろうからね。驚きさん、これって一体。俺に聞くなよ。ラミロアさんが目が不自由だったなんて今まで考えたこともなかった。係官、ラミロアさんをお連れしなさい。ラミロアさん、こういう形であなたを呼び出すのは僕としても辛いのです。そろそろ壁叩きすぎて手痛そう確かに右手あざになってるかもしれないよっていうか、あんなにぶったたいてよく何もここに後残らないよね。引っかきますね。やってくれるね、この検事。なんか楽しんじゃってるよね。目が見えないなら目撃できないやんけ。そうだね。ただでも音は聞いたって言ってたからな。声は聞いたって言ってた。僕としても辛いのです。お気になさらないことです。あの目が見えない？本当なのか？本当でございます。見えてなかったんか。まさかボルジニアの片隅で生まれた小さな嘘が全世界を欺くことになるなんて、人生とは面白いものですわね。それではあなたはやはり。はい、先ほども申し上げました通り、私にはラミロアを名乗る以前の記憶がございません。気がついた時には私の記憶において光という言葉はすでに意味を失っておりました。そうだったんですか。だから僕は最初にはっきり言ったはずだよ、おでこくん。何ですか？この事件には直接的な目撃者はいないと。それではラミロアさん、誠に申し訳ないのですが、あなたの目について証言をお願いできるでしょうか。構いませんわ。こうなってしまったことは私の本意ではございません。よろしいですか、裁判長さん。もちろん構いませんが、正直なところ少し混乱しておりまして、多分それみんな同じだと思います。はい。私には光というものの記憶がございません。そして残された音の世界でデビューすることになった際、それを知らないプロデューサーが宣伝文句を考えたんです。そのせいで馬鹿げたことに見えるふりをする羽目になりました。スタッフは全員知っていますが、それ以外には極秘でした。へえ。しかしことは殺人事件ですぞ。申し訳ございません。ボルジニアでの契約条件の一つに、目のことは秘密にすることというものがあったんです。私には音楽だけが全て。そこであのような。ラミロアさんは一番最初に真実を証言していたのさ。何も見ていないってね。わかりました。弁護人いかがですか？
尋問はさせていただきます。でももう聞くことなんかないじゃないですか。今の証言、一つだけどうしても気になる点があるんだよ。いいんじゃないかな。気の済むまでやってみるといいよ。ラミロアさん一人で歩けるのか？でも歩いて、どうなんだね。マキ君が基本的には近くにいたっぽいよね。あとあれか、マネージャーが知ってたのかってとこか。そのうち君にも分かるようになるさ。自分で考えることの大切さがね。それでは弁護人、尋問を許可します。ただし、不要に彼女を苦しめるような質問は認めませんから、そのつもりで。はい。気になる証言は一つ。それについて聞きたいだけ。スタッフが全員知っていたっていうところだよな。あなたのスタッフ、そこにはレタス氏も含まれるんですか？マネージャー、そう、私もそこかなと思った。もちろんです、マネージャーですから、やっぱり。でもそうなるとどうしても納得できない。どうしたんですかな、弁護人。わかるような気がするよ、君が何を気にしているか。死体を発見した時のことだろ？うん。そうなんですか、驚きさん。あれ、女神って言ったけど、目が見えないって言おうとしたのかな。はい、本日4回目ぐらい。大丈夫ですか？聞け。目撃者に聞け。目撃者がいたんですね。誰ですか？目撃者。目がこれ見えないって言ってたもん。レタスさんは目撃者に聞けと言い残してあなたを指名しました。なぜですか？レタスさんはあなたの目が不自由なのを知っていたのに。それは私には。やれ。さっきも言っただろう。自分で考える癖をつけることだよ。なんだって？ここまで来ればレタス氏が言いたかったことは明白じゃないか。最後の言葉、もう一度よく考えてみなまえ。目撃者、女神でしたかな？何度も聞かされましたぞ、弁護人の迫真のモノマネ付きで。モノマネしたの？驚きくモノマネしてたの？最後の言葉は死神に喉をつかまれて闇に消えてしまった。目撃者は目が見えないか。そうだね。そう言いたかったんだね。あの言葉には続きがあったんだよ。続き。女神に続くこと。そう、レタス氏はこう言おうとしていたんだよ。事件のことは目撃者に聞け。ただしその証人は目が見えないぞってね。目が見えないですか？目が見えないのはラミロアさんだけではなかったね。どうだいおでこくん。少しは落ち着いて物事をよく見てみたらどうかな。何も言えないよね、これはね。静粛に思い出してほしい。ラミロアさんの証言を。あれはステージから楽屋エリアの出口へ向かう途中でした。2発の銃声、私には止めることはできませんでした。しかし銃声は聞こえるはずがなかった。そういう結論になったはずでは？重要なのはそこではないんだよ。事件の瞬間、被害者レタス氏は目撃したのさ。小窓からこちらを見ているラミロアさんをね。ですが私は本当に聞いたんです。2発の銃声と犯人の男の声を。やっぱ聞いてたんだ。残念だがそれはありえない。あの小窓は閉まっていた。音が漏れないことはもう実験してあるのですよ。私もう一度その声を聞けば絶対に。裁判長殿、何ですか係官、ただいま審理中ですぞ。先ほどの結果が出たそうです。あれか、捜査官の ID。 さっきの反応嘘っぽくなかったけど、やっぱり聞いてたんだな。その話してる人たちの声をさ、聞いてもらえばいいのにね。レタス氏が書き残したナンバーだね。国際警察の。それは聞いてみなければなりませんな。尋問はここで一旦中止しましょう。眉月刑事、報告をお願いします。来た、ダイヤ。国際警察にさっきのナンバーを紹介したよ。面白いことが分かった。さすがダイヤ、仕事が早いな。それであのナンバーはやはり被告人が？
秘密捜査官だったのですか？なんかちょっと嬉しそうじゃん。 IPXX314206、このナンバーで登録されていた捜査官の名前はローメインレタスだ。え？なんだと？つまり国際警察の捜査官はローメインレタス自身だった。何かの潜入捜査の途中だったらしいな。じゃああの文字を書き残したのはおそらく自分の身分を知らせなかったんだろうね。用心深い犯人に消されてしまったようだが、おや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 、おかしいな。ってことはレタスさんが誰かを殺そうとしたってこと？潜入捜査の内容関係あるのかな？なんかありそうだね。レタスさんが国際警察の潜入捜査官だった。じゃあラミラワさんのマネージャーっていうのは彼の仮の姿だったってことになるね。もう一つ重要な事実がある。なんだい？あの凶器のピストル45口径だが、あれもローメインレタス自身なんで？本部に特別許可をもらって携帯していたようだ。ピストルの登録ナンバーが一致した。凶器が被害者自身のもの。まあ納得いく話だね。この国であんな派手なピストルを簡単に振り回せるはずがないね。ややこしくなってきたね。被害者のレタス氏は国際警察の潜入捜査官。こいつは何か事件に関係あるのかな？普通に考えたら関係ないってことはないんじゃないんですか？だよな、やっぱり。ご苦労様でした、前月刑事。大変参考になりました。いやいや、構いませんよ、裁判長さん。それじゃ俺はこれで。うわー、なんか嫌な予感する。待ってください。どうかしましたか、ラミロワさん。これ私は犯人知ってるんだけど、ここが来た時にめちゃめちゃびっくりしたんだよな。今のその声、ダイアンが何か？ミスターダイアンというのですか？彼です。間違いありません。彼？何がですかな？まさかうわー！2発の銃声を聞いた時、レタスさんと話していた声。そう、今の方です、ミスターダイアン。ナミロワさんの感じで待ったって言ったのか。そうだね冷静に言ったのかもしれない。まさかのそれ、うわー、なんかややこしくなってきた。これ私衝撃だった、当時見た時。でもありはあるよね。どうだろう、音がずれてたのこいつだったからななんだと？すごい、初めて見たこの顔。初めて見たぞ。もうどっちもびっくりしてるじゃん。嘘だろ。お前はびっくりしてどうすんねんバレたかって顔してんの。俺もこのラミオワさんの告白聞いた時ってなったわ。そう、私もねこれ最初聞いた時衝撃だったんだよね。はと思って私は4話擦り切れるほどプレイしたから、これの最終的に誰が犯人かっていうことは分かってるんだけど、当時すごかった。反動のせいで音がずれた。ワンチャンあるよね。こんな長かったの後ろっていうぐらい長いでしょ背中。法廷内の騒ぎは収まらず審理は中断された。無理もないけどな。ナミロワさんが聞いたという犯人の声がギタリストにして刑事の眉月ダイヤ。この人何者だっていう感じで、事件は全く次元の違う展開を見せ始めていた。正直なところ俺にはついていく自信がなかった。ほら弱音を吐かないみぬきちゃんだけが続く。はい、ということで気になるところですが今日はこの辺にしようと思います気になるなこの続き。気になる、めっちゃ気になるこの続き。はあ、この続きめっちゃ気になる、めっちゃ気になる。次回驚きしデュエルスタンバイしないといけない。気になるでしょうこれ気になるでしょ、気になるでしょ。さあ
配信お付き合いいただきましてありがとうございました次回は探偵編ですね。探偵編2日目は結構長くなる傾向にあるので次回に持ち越そうと思います次回に持ち越そうと思います。いや、犯人誰なのか気になるね。ダイアンちょっと怪しくなってきたね。次回はサメをボコボコに分かるでもあいつ後ろ姿見ると髪の毛長いっしょ。頑張って4から5もクリアしてもろって。クリアす、もちろんやっていきます。いや楽しくなってきたね。これ続きが気になるね。また急に配信すると思うので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知もオンにしていただけますと嬉しいです。今日は良きお声でした。ありがとう。ではでは本日も良い一日をお過ごしください。今日の夜9時半からはりおちゃん、めいちゃん、りんちゃんと一緒に、スプラします。よかったら見守りに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。コラボでございます。ではでは配信お付き合いいただきましてありがとうございました。おつくらげまたね。夜に会いましょう。ありがとうございました。